こんにちは、ミッキーです。今回は奈良見どころ完全攻略23選です。インバウンド需要の影響で混雑の著しい京都。一方で隣の県でありながら比較的ゆっくりと過ごせるのが奈良県です。古都奈良は1300年の歴史と現代の暮らしが共存する町。大仏で知られる東大寺や厳かな雰囲気の二月堂。また奈良町には歴史的町屋を生かした奈良町にぎわいの家やからくりおもちゃ館など暮らしに根ざした文化施設が点在しています。加えて鹿と触れ合える奈良公園など奈良ならではの風情を感じることができます。ぜひこの機会に奈良の魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、東京から新幹線で移動してこちらは京都の様子。今映しています近鉄京都駅から今回奈良に向かっていきます。京都駅、今回は乗り換えでありますけれども、注目なのは京都駅のビル。こちらの駅舎は日本の鉄道駅舎としては異例の国際指名コンペ方式で行われて、複数の建築から指名された原博案が最終案として採用された駅です。そんな京都駅でモーニングに訪れましたのがこちらの紬カフェ。京都駅から徒歩約5分の立地にあります紬カフェ。朝9時から営業していまして、モーニング対応のカフェです。厚切りトーストを中心とした朝食メニューが特徴的。終日注文可能なモーニングが人気です。提供されていますのは約4センチの厚さを持つふわふわの食パンを使った全6種類のトースト。朝9時から14時まで注文可能なブランチメニューが人気です。提供されているのは約4センチの厚さを持つふわふわの食パンを使った全6種類のトースト。中でも定番のチーズ&エッグトーストはチーズと半熟卵を乗せた食べ応えのある一品で大人気です。またシンプルなバタートーストも注目でした。ピザ風に仕上げたトーストや自家製グラノーラ入りヨーグルト、カプレーゼをセットにしたご覧のようなブランチセットはまさに必見になっています。見た目はもちろんのこと、栄養バランスの両面で工夫されたメニュー構成になっていますので、モーニングには最適だと言えます。そして今回注文しましたドリンクは抹茶、エスプレッソ、ミルクを3層にしたグリーンティーラテプレッソ、カフェモカやキャラメルラテなどデザート感覚で楽しめるようなラインナップもありましたので、気になるものを注文してみてほしいです。店内は開放感のある設計になっていますので、観光の合間の休憩にも適した空間だと言えます。さて、ここからは京都駅から奈良に向かっていく様子をお伝えします。こちらは観光特急あおによし。近鉄が運行する観光列車で京都、奈良、大阪を結ぶルートを運行しています。その誕生の背景には奈良観光の活性化と新たな移動体験の提供という目的があります。車内にはご覧のように売店が設置されていまして、特産品や軽食、ドリンクなどが豊富に取り揃えられています。特に人気のスイーツはオリジナルの青によしバターサンド。季節限定では紫芋のモンブランなどもありました。またクラフトビールや日本酒をはじめ地元の特産品を使ったドリンクも充実しています。さて、こちらは座席の様子。車両のデザインは奈良時代の貴族文化をモチーフにしていまして、車内にはテーブル付きの2人席もしくは4人用のボックス席がございます。ご覧のように座席の間隔が広く、観光目的の移動にまさにぴったりです。沿線の景色をゆったりと楽しめるように窓も大きく設計されていますので、ぜひ車内からの景色をお楽しみください。特に春や秋の利用者が多いとのことなので、その季節に訪れる際にはお早めの予約をお勧めします。また運行は日中が中心。曜日によって本数も異なりますので、事前確認をお忘れなく。
さて、そんな青荷吉。奈良を意味する枕言葉に由来し、万葉集にも多く読まれている言葉。古都奈良のイメージと上質な旅を掛け合わせた人形になっています。内装は和を基調としたモダンなデザイン。明治時代の鹿鳴館様式をイメージし、園内の魅力を再発信する走る観光サロンとして高い注目を集めています。さて、そんな観光特急青荷吉でたどり着いたのがこちら近鉄奈良駅。今回の旅ではこちらの近鉄奈良駅を中心に展開していきます。さて、ここからは観光のおすすめポイントをご紹介。まず訪れてほしいのは奈良総合観光案内所。こちらは近鉄奈良駅からすぐの場所にあったんですけれども、今回のお目当てはこちらの奈良交通バスワンデーパス。合計3日間の滞在だったんですけれども、大人1人600円で1日中バスを楽しめますので、とてもお得です。また、このパスの提示で割引が効く施設も多いので、とてもおすすめになっています。さて、そんなワンデーパスを購入した後、徒歩で近鉄奈良駅から訪れましたのは興福寺。興福寺は、まさに近鉄奈良駅からの徒歩圏内にあるのが魅力。世界遺産の寺院になっています。創建は669年。奈良時代から続く藤原氏ゆかりの寺として知られています。境内には五重塔や東金堂などの国宝建築が立ち並び、特に国宝館に展示されているイケメン阿修羅像が有名です。館内は撮影することができないんですけれども、その魅力を目に焼き付けてほしいです。残念ながら見どころの一つであります五重塔は現在改修中。明治時代以来約120年ぶりとなります大規模な保存修理工事を実施しています。工事は2025年度、まさに今のタイミングから本格化していまして、修理完了は2025年末。その後、屋根瓦の吹き替えや修理、漆喰壁の塗り直しなどが行われて、最終的な修理完了は2026年末。そんな背景もありまして、来年まで見ることができないかもしれませんが、完成後もとても楽しみです。さて、そんな興福寺の南側になりますのが、こちらの猿沢池。奈良時代に築かれたとされまして、池越しに見る興福寺の五重塔が定番の撮影スポットだとのことです。今は五重塔が見れないのが残念ですけれども、桜の季節など四季折々の魅力的な風景を感じることができますので、ぜひとも足を運んでみてほしいスポットです。続いてご紹介しますのは鹿、猿、狐、ビルジング。たった今ご紹介した猿沢池の近くにあります複合商業施設で2021年にオープンしたばかりです。奈良の老舗中川正七商店が手掛け、ショップ、カフェ、レストランのほか文化体験スペースが集まる施設です。建物は木造2階建て、町屋の意匠を生かしつつ現代的に設計されています。1階には猿田彦コーヒーの奈良店が入居。オリジナルブレンドのコーヒーを提供してくれます。そして2階には中川正七商店の直営ショップがあります。また個人的に面白かったのは1階にありましたオリジナルガイドブックを作れるコーナー。そちらのガイドブックを作りながら奈良の魅力に触れつつ、この奈良を楽しむための様々なスポットを知ることができますので、ぜひ確認していただいてご自身だけのガイドブックを作ってみてほしいです。そしてこちらは中川正七商店の直営店。中川正七商店の原点であります手編み手織りの麻をはじめ、日本の染め織り技術に支えられた服や服飾小物が四季折々に並んでいます。さて、そんな鹿、猿、狐、ビルジングから歩いて訪れましたのがこちら奈良町資料館。奈良町資料館では江戸時代から昭和初期の生活用品や看板などが展示されている民間の博物館です。個人的に気になりましたのは身代わり猿と呼ばれる赤い人形。猿の形を模したこの人形は古くから厄除けや病除けのお守りとして親しまれてきています。災いの身代わりとなってくれると信じられていまして、軒先に吊るしたり持ち歩いたりする習慣もあるとのことです。ちなみにこの身代わり猿を小さなお守りとして購入することもできますので、気になる方はお土産としてご購入ください。続いては奈良町孔子の家。
残念ながら今回は定休日になっていましたので入ることはできませんでした。もう一つは奈良町南観光案内所。こちらでは地図の配布や観光案内、荷物預かりなどのサービスを提供していまして、奈良の文化に触れることができます。続いては庚申堂。奈良町にあります小規模な道具で、庚申信仰に基づく身代わり猿が奉納されています。赤やカラフルな布製の猿が吊るされて独特の雰囲気を演出しています。続いては住林院。住林院は奈良町の南部に位置する真言宗系の寺院。平安時代末期に創建されたと言われています。こちらの本堂は国宝に指定されていまして、鎌倉時代の石仏群が安置されているのが特徴。中でも本尊の地蔵菩薩座像は石像としては珍しく素朴で力強い表情を持っています。境内はこじんまりとしながらも手入れが行き届いていまして落ち着いた雰囲気です。なお、こちらの住林院では少しユニークな存在としてカッパの像が境内に祀られています。このカッパ像は奈良町の古い民話に由来しているとされていまして、水辺の守り神や厄除けの意味合いを持っています。現在ではそのユニークな姿に注目し、隠れた撮影スポットの一つにもなっているとのことでした。続いてご紹介しますのは奈良町からくりおもちゃ館。こちらは江戸時代から昭和初期にかけての伝統的なからくり玩具を体験できる施設。入館はなんと無料。展示だけではなくて実際に触って遊べるおもちゃが多数揃っています。館内では様々なスタッフさんが説明もしてくれますので、その地域の優しさも感じることができるような空間です。木製の仕掛け人形やコマ、パズルなど昔ながらの遊びを体験することができ、子供から大人まで楽しめるのも魅力的です。建物は大正時代の町屋を利用。館内の雰囲気も歴史を感じさせる作りになっています。場所は奈良町の中心部で観光ルートに組み込みやすい立地にもなっていますので、ぜひ少しでも時間が空いたら訪れてほしいです。なお、こちらのからくりおもちゃ館では入り口に募金箱もありましたので、この取り組みが素敵だなと思ったら、ぜひ募金も納めてみてほしいです。また、タイミング次第では、こちらのからくりおもちゃ制作体験講座も開催されているとのこと。ぜひ公式ホームページを確認しつつ、タイミングが合えばそちらにも参加してみてほしいです。なお、開館時間は朝の9時から17時まで。休館日は水曜日になっていますので、その点はご注意ください。ぜひ一通りのおもちゃを楽しんでいただければと思います。続いては奈良町にぎわいの家。こちらは江戸時代末期から明治時代の初期にかけて建てられた町屋を活用した施設。奈良町の暮らしや伝統文化を身近に感じることができる場所として整備されています。館内には格子戸や中庭、土間など当時の建築様式を色濃く残した空間が広がっていまして、町屋の暮らしをそのまま体験できる作りになっています。こちらも施設は無料で開放されていまして、観光客は自由に見学可能。スタッフさんもいらっしゃいまして、案内や展示解説もしてくれますので、初めて訪れる方でも奈良町の歴史や生活文化を理解しやすい構成になっています。さらにここでは定期的に茶会や抹茶体験といった文化的イベントも開催されています。今回も運よく抹茶体験のタイミングに訪問することができましたので、たった300円で抹茶体験をさせていただいています。普段コーヒーが大好きな私ですけれども、抹茶の苦味もまた違って美味しいなと感じることができました。また抹茶体験以外にも様々なプログラムが開催されていまして、奈良の伝統文化を実際に体験できるような貴重な機会を提供してくれています。抹茶自体には大きく分けて薄茶と濃茶の2種類があると伺いました。濃茶は薄茶の 2,3 倍の抹茶を使用していまして、抹茶の芳醇な香りと濃厚な味わいを体験できるのは魅力とのこと。茶道においては薄茶よりも濃茶の方が格式が高いとされていまして、重要なおもてなしに用いられるような抹茶になっています。
ここではそんな抹茶の体験を薄茶スタイルで提供していただくことができまして、その飲み方も教えていただくことができました。さて、抹茶体験の後は奈良町にぎわいの家の空間を楽しみました。伝統的なうなぎの寝床型と呼ばれます細長い構造で、表から見ると間口が狭く、奥行きが深いのが特徴的。入り口の雰囲気とはまた違って奥行きがとてもありましたので、結構見応えはあります。館内には格子戸、通りには中庭、座敷、蔵といった町屋ならではの空間が再現されていますので、ぜひ当時の暮らしの様子を体験しつつ、その魅力に触れてみてほしいです。また2階に登ることもできまして、2階からはこんな小さい空間をくぐってたどり着くことができるような秘密基地のような空間も体験できました。ぜひ心ゆくまでこのにぎわいの家を探検してほしいです。続いては奈良といえばの奈良公園をご紹介。奈良公園は奈良市の中心部に広がる広大な都市公園。面積は約660ヘクタール、約1200頭の野生の鹿が生息し、観光客との触れ合いスポットとして知られています。園内には東大寺や春日大社、興福寺などの文化財も点在していますので、奈良観光をする際にはあまり意識せずともその魅力に触れることができます。さて、そんな奈良公園を通過して、ここからは奈良の大仏で有名な東大寺のご紹介。東大寺は華厳宗大本山で世界遺産古都奈良の文化財の構成資産の一つ。創建は8世紀の中頃。聖武天皇によります国分寺建立の一環として建てられました。最大の見どころは大仏殿でございますけれども、この南大門も見どころの一つ。南大門の両側に立ちます金剛力士像は運慶、快慶らによって作られた鎌倉彫刻の代表作になっています。境内には法華堂と言われます三月堂や二月堂の建築もありまして、いずれも歴史的な価値の高い建造物になっています。さて、そんな東大寺といえば、やはり大仏殿。大仏殿の拝観料は大人で1人800円になっています。大仏殿の正式名称は金の銅と書いて金銅。盧舎那仏、いわゆる奈良の大仏が安置されています。高さ約15メートル、重さ約250トンの大仏は、現代においてもその圧倒的な存在感を放ち、多くの参拝者を魅了し続けています。そんな大仏殿は木造建築として世界最大級の規模。なお、こちら東大寺の大仏殿に入場するための開門時間は朝8時から夕方5時頃まで。私自身も閉門ギリギリまでいたんですけれども、とても良心的でギリギリまで入門を許してくれていたのが印象的でした。東大寺は年間を通じて参拝者が多く、修学旅行や外国人観光客にも人気の観光地となっています。あとはこの大仏殿の中にあります柱の穴。大仏様の右後ろにあります柱の下に四角い穴が開いています。昔からこの穴をくぐる習わしがありまして、くぐり抜けると無病息災や願いが叶うと言われています。残念ながら私はくぐり抜けることはできなかったんですけれども、体が小さい方とか細身な方はくぐり抜けることができるかもしれません。さて、そんな東大寺。境内は非常に大きく、大仏殿以外にも重要な伽藍が点在。その中でも個人的に特に見逃せないのが東大寺の東側に位置します二月堂です。二月堂は奈良の春の風物詩、お水取りで知られます歩道。景色が抜群なので、ぜひとも訪れてほしいです。正式には修二会と呼ばれます法要が毎年3月に行われています。この行事は1200年以上一度も途絶えることなく続いていまして、日本の仏教行事として極めて重要な意味を持っています。建物自体は江戸時代に再建されたもので、舞台作りの構造が特徴的。二月堂の舞台からは若草山や奈良市街地を一望することができまして、特にご覧のような夕暮れ時には絶景が広がります。そんな背景もありまして、個人的には奈良観光の夕方のタイミングにこの二月堂を訪問するプランを中心にした組み立てをお勧めします。そんな二月堂は観光客の多くが訪れる大仏殿と比べまして、比較的静かで落ち着いた雰囲気も魅力的。東
東大寺の中でも精神性の高い空間として地元の方にも親しまれています。もちろんこの二月堂以外にも周辺には三月堂や灯籠など国宝に指定された建造物も集まっていますので、東大寺の信仰と文化の広がりを立体的に感じられるような素敵なエリアになっています。奈良観光では必ず訪れてほしいです。さて、1日目の観光が終わりましたので、ここからはホテルまで向かっていきます。その前に JR 奈良駅の旧駅舎を紹介します。こちらは現在奈良市総合観光案内所として運営されています施設。こちらは1934年に完成した洋風建築で、外観はクラシックな赤レンガ調。館内では観光マップやイベント情報の提供のほか、英語対応も可能なスタッフが常駐しています。奈良旅みくじといったおみくじもありますので、ぜひこちらも引いてみていただければと思います。ちなみに無料です。さて、こちらは JR 奈良駅。こちらが新しく誕生した現駅舎で2009年に完成しています。ガラスと木の格子を組み合わせたデザインで、伝統と現代性が融合した建築になっています。吹き抜けの天井には木のぬくもりを感じる格子組みが施され、和の趣を演出していました。さて、今回の旅で宿泊しましたのは、大和ロイネットホテル奈良。アクセスもとても良く、快適に過ごすことができました。先ほどご紹介しました JR 奈良の西口から約3分のビジネスホテル。今回、コンフォートツインに宿泊しまして、1部屋 18,800 円、食事はついてないプランで宿泊しています。全館禁煙でシングルからツイン、ユニバーサルルームまで幅広い客室を備えています。客室には加湿器付き空気清浄機や Wi-Fi、セパレートタイプのバス、トイレなどが完備されていまして、快適性を重視した設計。1階にはレストランも併設されていまして、朝食を注文される場合には、そちらで奈良の食材を使った和洋バイキングを提供してくれます。ビジネス利用はもちろんのこと、観光拠点としての利便性の高さから外国人観光客の利用も多い印象でした。そしてこちらの大きな魅力が館内に完備された宿泊者専用の大浴場。脱衣所や洗い場も余裕を持った設計でアメニティも充実していましたので、ぜひ旅の参考にしていただければと思います。続いてご紹介しますのは春日大社。奈良公園の南端、緑に囲まれました一の鳥居から春日大社への参道が始まります。奈良公園の一部でもありますので、たくさんの鹿と触れ合うことができるのも春日大社の大きな魅力。なんとこの鹿たちは信号を渡ることもあるんですけれども、信号を渡る際にはドライバーの方々も配慮して待っている様子も印象的でした。まさに鹿と人が共存しているような奈良だからこその空間だと感じられます。さて、こちらが春日大社の入り口とも言えます一の鳥居。高さ約9メートルのこの鳥居は春日大社の表参道の起点であり、平安時代以来の正式な入り口。ここをくぐって春日大社への一歩が始まります。鳥居をくぐってすぐ、緩やかな上り坂の石畳が続いていきます。両脇には奈良らしい風景としてご覧のような鹿がたくさんいますので、鹿との写真も収めてみてほしいです。また、ご覧のような大きな木、大楠も植えられていまして、こちらは明治41年の陸軍大演習後に飛び火野で開催されました共演の際の明治天皇の玉座の後に記念植樹されたものとのことです。実際は3本が寄り添って立っていた大楠なんですけども、遠くからは1本の大木に見えるのも印象的でした。さて、その後はこちらの春日遊歩道があります。周辺の森は育成中とのことで、桜やもみじ、椿など四季を楽しめる木々を見ながら参拝することができます。そんな参道沿いには約3000基の石灯籠が立ち並びます。このすべての石灯籠は寄進されたものでございまして、中には江戸時代以前のものも多く、信仰の歴史を感じることができます。そして2の鳥居をくぐって、さらに奥へ進んでいきます。ご覧のような鹿の頂所所で手をお清めした後、南門へと進んでいきます。途中には原宿神社といった鳥居が印象的な空間もありまして、その階段を登った先では秋にはイチョウ並木が印象的とのことです。
なお、春日大社には国宝殿もあります。春日大社が所有する国宝354点と重要文化財2526点をはじめ多数の文化財を所蔵している美術館なので、気になる方はそちらもご訪問ください。そして印象的だったのが、静かな森の中にひっそりと佇んでいます夫婦大黒社。春日大社の拙者でありますこちらの社は、全国で唯一男女一対の大国主の命が祀られている神社で、夫婦円満や縁結びのご利益で知られています。そばには手をつないだ姿の木像、夫婦大黒様も祀られているようで、和やかな空気に包まれたスポットになっています。さて、そんな様々な魅力に触れつつ、たどり着きましたのは、春日大社の南門。南門は重要文化財にも指定されています。さらに、朱塗りの回廊、そして特別参拝の受付を経て、境内の奥へと足を進めていきます。768年に創建、藤原氏の氏神を祀る神社として栄え、世界遺産にも登録されている春日大社。そんな春日大社で一般の参詣では立ち入ることができない場所が開放されていますのが特別参拝ゾーンです。この特別参拝では、御本殿の真横にあります御廟へ入ることができます。御本殿を間近で拝むことができます貴重な空間です。御廟は中門から左右に約13メートル、鳥が翼を広げたように伸びている空間。現在、御本殿の祭典では神職の座る場所になっていますけれども、昔は興福寺の僧侶が常にお経をあげる場所であり、その他にも東大寺の僧侶もお経をあげていたようです。また、御本殿の背後には一の鳥居から続きます三笠山がありまして、そちらは神が降臨するとされる聖地です。特別参拝では、その静寂かつ神聖な空気を肌で感じることができるのも大きな魅力になっています。また、特別参拝者のみが進めるこちらのエリアでは、神職によります案内や祝詞の奏上が行われることもありまして、通常の観光とは一線を画す深い精神的体験となることも間違いなしです。また、個人的にお勧めしたいのがこちら、藤波の矢。境内に並びます数千基の灯籠の美しさを実際に灯った状態で体験できる空間になっています。屋内はご覧のように暗がりに包まれていまして、無数の灯籠がほのかな光を灯しつつ並んでいます。明かりはすべて再現された実物大のもの。現実の夜の万灯籠の雰囲気を一年を通じて静かに体験できるような貴重な展示になっています。まるで時が止まったような空間に柔らかな光が揺れる幻想的な景色。春日大社の信仰と灯籠に込められた祈りの文化を尺と空気で感じることができる貴重な体験をすることができました。満足感たっぷりなので、ぜひ春日大社を訪問の際には特別参拝もしてみてください。続いては浮見堂のご紹介。奈良公園内鷺池に浮かぶ六角形の木造建築です。まずそんな浮見堂に向かう途中にありますのが導水門。地中に亀が埋めてありまして、落ちる水が反響して琴のような音色が周辺に響くものとして有名です。ひしゃくで水をすくって砂利石に落としますと綺麗な音色が響くようなんですけども、皆さんもぜひお試しいただいてその音色を堪能してほしいです。さて、お話戻りまして、浮見堂について。こちらは池に張り出すように建てられた姿が特徴で、四季折々の景色と調和した美しい風景を楽しむことができるような建築物。現在の建物は1991年に再建されたもので、奈良県産の吉野杉を使用しているとのことでした。続いては、志賀直哉急遽。今回の旅の23選の中で、個人的に最もいい意味で裏切りになったスポットが、こちら、志賀直哉急遽です。入場料としましても、大人1人500円になっていますので、リーズナブルでございますし、その料金分の満足感が得られるような建物になっています。名前の通り、志賀直哉急遽は、昭和初期を代表します作家、志賀直哉が1930年から約8年間住んでいた住居。志賀直哉さんご存知ない方もいるかと思いますけれども、明治から昭和にかけて活躍した日本の小説家です。小説の神様とも称されて、代表作には暗夜航路や城崎にてというものがございます。
簡潔で洗練された文体と人間の内面を深く描いた作品で高く評価されました。そんな志賀直哉さんが執筆をしていたような執務室もご覧いただくことができるので、ぜひその世界観を堪能してほしいです。1925年から奈良市高畑の地に暮らし、その邸宅は現在も一般公開されています。約400坪の敷地に建てられました木造2階建ての家は、彼自身が設計にも関わりまして、和と洋を融合させたモダンな作り。様々な空間で和と洋が行き交うような様子はとても芸術的で美しいなと感じることができます。この空間で多くの作家仲間と交流しながら創作活動を行ったようです。奈良の自然や文化に触れながら生まれた名作たちは今も文学ファンを引きつけています。当時の建築様式と生活様式を伝える重要な文化財。ご覧のような昔の冷蔵庫も展示されていました。文豪らしい簡素で機能的な設計が特徴的。特に自ら設計に関わった居間、書斎、茶室、広い縁側など当時の面影が残る空間は見どころ満載です。館内には志賀直哉の原稿や愛用品も展示されていまして、文学に関心がある方はなお満足感が高いかなと思います。月曜日が休暇になっているようだったので、その点はご注意いただければと思います。場所的には先ほどご紹介した浮見堂から近いですし、春日大社を参拝した後に訪れるのにぴったりな場所になっていますので、ぜひ Google マップの地図を確認していただきながらルートを調整いただければと思います。続いてご紹介しますのは東照大寺。東大寺同様、東照大寺も有名でございますので、訪れたことがある方も多いかもしれません。東照大寺は759年に鑑真によって創建された立宗の総本山。世界遺産にも登録されていまして、金堂や講堂などの主要伽藍は奈良時代の姿をよく残しています。入場料金は1000円になっていまして、先ほどの志賀直哉急遽に比べますと2倍しますので、あまり興味がない方にとっては高く感じるかもしれません。ただその建築自体の美しさですとか、その歴史を感じられるという点で満足感高いかなと思います。なので歴史好きな方にはおすすめですけれども、あまり歴史詳しくない方に関しましては、ちょっと満足感足りないかもしれません。また、歴史あまり詳しくないという方でも、建築系が好きな方、またアートに関連がある仕事をされている方は、その調和の取れた空間に感動することは間違いなしかなと思います。金堂は現存する唯一の奈良時代の木造仏堂、国宝に指定されています。内部には盧舎那仏、薬師如来、千手観音などの仏像群が安置されていますので、撮影禁止だったため映像にはないんですけれども、ぜひとも堪能してみてほしいです。もう一つご紹介しますのは薬師寺。先ほどの東照大寺からも近い位置にあります。こちらは三重塔であります塔塔が迫力抜群でございまして、そちらは国宝にも指定されていますので、インパクトは大きいかなと思います。とても広い敷地の中で金堂、そして国宝の塔塔、あとは大講堂、祭塔、直堂といった形で様々な建築を楽しむことができます。そんな薬師寺、薬という名前がついていますけれども、こちらは680年に天武天皇が皇后様の病気が治ることを祈願して創建した寺院。現在の伽藍は奈良市西の京にありまして、発想宗の大本山として知られています。白欧文化を代表する建築で、先ほど申し上げました東側には国宝の塔塔、西側には祭塔があります。いずれの塔も昭和に再建されたものとのことでした。また、金堂内には薬師三尊像が安置されていまして、中央の薬師如来像は高さ2メートル超のブロンズ製。そちらも赤になっていますので、ぜひとも確認してみてほしいです。今回複数のお寺を巡る中で、仏像に対する知識もついてきたなと思います。そして最後は知らない方はいないかと思います。法隆寺のご紹介。こちらは鉄道で少し移動した後にたどり着く場所にありますし、先ほどご紹介しましたバスのワンデーパスでは対応してないようだったので鉄道で移動しています。個人的にポケモンが大好きなので、ポケモンのマンホールも巡っています。法隆寺にはご覧のようにポケモンのマンホールの蓋が5種類あります。
たまたま私たち以外にも観光客の方が同じ道をたどりながらマンホールを探していたので、このマンホール目当てに法隆寺を訪れる方ももしかしたらいるのかもしれません。さて、メインの法隆寺。こちらは607年に聖徳太子によって建てられたとされます寺院。世界最古の木造建築として世界遺産に登録されています。西院伽藍と東院伽藍の2つの区域に分かれていまして、西院伽藍には五重塔、金堂、中門などがありまして、いずれも飛鳥時代の建築として国宝に指定されています。今回、興福寺の五重塔を見ることができなかったので、この法隆寺の五重塔を見れただけでも満足感がとても高かったです。金堂内には釈迦三尊像や薬師如来像など飛鳥彫刻の代表作が安置されています。東院伽藍には夢殿がありまして、聖徳太子を本尊とします久世観音像が祀られているとのことです。今回はとても天気が良かったので、どの角度から撮ってもとても美しく写真を撮ることができました。一方で動画で確認しますと逆光になっている様子でもございましたので、またそれも味があって良かったかなと個人的には感じています。先ほど申し上げました通り、少し奈良の中心街からは離れるんですけども、ぜひとも訪れてほしいような、そんな国宝でございました。以上、今回は奈良の見どころを完全攻略としまして23選ご紹介しました。今回の動画を見ていただければ、この2025年現在の奈良の魅力がぎゅっと詰まっていますので、余すことなく確認できるかなと思います。特に最後の法隆寺以外は、近鉄奈良駅だったり JR 奈良駅を中心に点在していますので、とても巡りやすいのが奈良の魅力の一つでもあります。ですので、冒頭でご紹介しました Google マップを確認しながら、ぜひご自身でのツアープランを考えていただいて、次回公開予定の奈良グルメと合わせて楽しんでほしいです。また、そちらの動画でもご紹介しますけれども、奈良の飲食店は予約が必須なところも多いので、そのあたりのスケジューリングもこの観光と合わせて組んでいただくと、後悔することなくこの奈良観光を楽しむことができるかなと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。